自転車メーカー、ブランドって実態のつかみにくいとこが多いですよね。普通メーカーっていうと、製品を開発して設計して工場で生産して出荷するってイメージだけど、実際はそうじゃないところも多いですもんね。そこでアーシの勉強も兼ねてメーカー、ブランドの実態を研究して共有する動画シリーズをやってみます。今回第1弾としてヨネックスです。またマイナーなとこを選んだわね。本当は他のとこをやろうと思って資料を集めてたんだけど、ちょうど新色のニュースを見かけたからね。少しでもタイムリーなとこを取り上げた方が目に留めてもらえるかもしれないから第1弾とさせてもらいました。なお、この動画では特定のモデルの性能の評価とかはしません。そういうのは実際ちゃんと乗っている人のインプレを見てください。あくまで企業やブランドの立ち位置や成り立ちの調査ね。さて、株式会社ヨネックスは1946年に新潟県で創業されました。どこかのグループに属しているわけではない独立系の企業です。創業者は米山実氏。現在でも創業家が強い力を持ち、同族色がありそうです。本社は東京に移っていますが、製造研究開発の拠点は現在も新潟です。従業員数は連結で2800人ほど。2024年の売上高は1383億円と、まあ大企業ですね。ちなみにこの売上は前年比プラス 18.8% とのことで、めちゃくちゃ調子いいです。営業利益率も10から 11% くらいあって健全なんじゃないでしょうか。知らんけど。主力事業はバドミントン用品で、売上の 60% 以上を占めます。バドミントンってそんなに市場があるんだ。ちなみに昔バドミントンやってたことあるけど、ゲームスピード速すぎて脱落しました。いらない情報。ついでテニス用品が売上高で 14% 程度を占めるようです。ヨネックスは選手サポートのイメージも強いです。例えば、バドミントンの桃田賢斗選手や奥原希望選手、テニスでは大坂なおみ選手などです。世界トップクラスの選手が使ってると、それだけでブランド価値が上がるわね。ロードバイクでも実業団チームや国内大会でサポートをしていて、ブランドの存在感をアピールしています。さて、そのスポーツサイクル事業は2013年に発表して2014年から販売を開始しています。当時の IR 資料を読み上げます。当社では既存事業により培った国内生産拠点、新潟生産本部の生産開発技術を業用の拡大に活用すべく兼ねてより研究してまいりました。この度当社はスポーツ用品事業の一環として健康づくりのための運動としても愛好者が増加傾向にあるスポーツサイクル事業を開始することといたしました。とのことです。既存事業の生産開発技術というのはバドミントンやテニスのラケットの技術のことと思われます。アーシは全然知らなかったんだけど、現代の競技用ラケットはほぼ全てカーボン製だそうです。ヨネックスはその流れを世界でリードしてきました。なんと1980年からカーボネックス8という名前のカーボン製ラケットを販売していたそうです。ちなみにあなたが使ってたラケットは？全くわかりません。いかに適当にやってたかわかるわね。とにかくカーボンラケットで培った開発能力を使ってロードバイクフレームの開発が行われたようです。また同じ資料内では以下のようにも述べられています。当該事業の開始のために支出する金額及び内容、当社既存の生産設備を応用するため特記すべき支出はありません。企業規模的に特記する必要がない支出は数千万から1億円程度でしょうか。あくまで予想です。金型等は当然新作が必要として、カーボン素材であるプリプレグの保管庫や裁断機、プリプレグを硬化させる加温、加圧設備などもラケット用をそのまま、あるいは小改造で使用できたということかと思います。転用できる設備がなかったら数億円かかるかしらね。つまり、ヨネックスがスポーツサイクル市場に参入したのは、それほど突飛なことではなく、むしろ参入しやすい前提条件が揃っていたとわかります。それにこの頃は自転車流行ってたしね。
ここで一旦当時のモデルを見てみましょう。フレームの名前はカーボネックス。フレーム単体重量 650g という超軽量が売りでした。今の基準でも超軽量かと思います。伝統の名前を受け継いだのね。先進的な素材である X フラーレン、まあ何かよくわからんのですがの採用、特殊なチタン合金、ゴムメタルを使うなど材料構造面でのアピールが多いです。こういった要素の開発はラケットでのノウハウを生かしやすかったと思います。一方で空力の話が全くないのが現在の基準だと違和感ですが、当時は業界としても軽さが重視されていたと思います。マーケティング的にも世界最軽量級とインパクトのある宣伝ができますから、超軽量に割り切るのは妥当な選択と思います。ほぼ 100% 国内向けでしょうし、日本人はヒルクライム好きだしね。価格は税込み44万と現代基準で考えるとだいぶ安いですが、バグってる。当時では高級フレームの価格帯です。現在の後継モデルは57万円ほどです。エントリークラスやミドルクラスの展開はなく、ハイエンド一本勝負でした。改めてヨネックスの開発から製造の工程を整理しますが、開発を日本でやって製造も日本でやってます。ふむ。まあ一見普通の体制なんですが、カーボンフレームでこれをやれてるのは日本でおそらくここだけです。そもそも国内ブランドでカーボンフレームをやっているところも数えるくらいしかないですが、例えば国内最大手のブリヂストンサイクルさんの場合、開発、設計、試作は国内でできると思われますが、カーボンフレームの製造は中国か台湾に委託しているはずです。それ以外のブランドの場合、よくて開発まで実際は企画レベルということが多いと思われます。逆に小規模ビルダーが一点物で作るってパターンなら国内でもあるかもね。そうかも。でも量産体制を持ってるケースはほとんどというか他はないと思います。だからヨネックスはかなり急な存在なんです。カーボンフレームの量産はかなり手作業があるし、スペース効率もあまり良くないです。高級フレームに絞っているからこの体制が成り立っているのかと思います。ちなみに現在のラインナップにはミドルクラスのグローエントというモデルがあり、これは台湾での製造と明言されています。生産能力についてですが、参入発表時の日経新聞にこのような記事がありました。ヨネックス自転車フレーム生産カーボン技術を転用。ヨネックスは17日スポーツ自転車向けのフレームの生産販売を始めると発表した。バドミントンやテニスラケットの製造で培ったカーボン技術を生かし、5年後をめどに年間1000台を販売し2億円の売上高を目指す。現在は2025年ですので、この記事から12年経っていますが、肌感覚的には今もこの年間1000台前後、よくて2000台とかではないでしょうか。はっきりとした根拠はありません。ごめんなさい。ただ、最近のヨネックスさんの IR 資料を見ても、スポーツサイクル事業についてはほぼ述べられていません。なのでセグメントのその他の部分に含まれる程度のボリュームしかないとわかります。2億円で 0.2% ですからね。生産数が年間1000台とすると1日では数台です。おそらく効果のための設備は数セットで、それを数人のオペレーターで回しているのではないでしょうか。台湾の大工場は年間数十万本を製造できると聞きますから、それと比べればとてもささやかな規模です。高級モデルに限定したとしても、この体制を成り立たせるのはなかなか簡単ではないと思います。利益が出ているかもわかりませんが、でも個人的には国内にこのような企業があるのは嬉しく思います。国内最大手のブリヂストンさんもフラッグシップモデルだけでいいから自前で作ってほしいものです。ヨネックスさんと違って転用できる設備がないから厳しいでしょうね。さて、偉そうなことを言える立場ではないのですが、一応弱点というか課題点についても言及させてもらいます。一応ね。それは限定的な開発力です。製造も小規模ですが、
おそらく開発もかなり小規模かと思います。2014年の登場以来、ディスクモデルの投入などはしていますが、海外の大手と比べると緩やかな進歩に見えてしまうのは否めないです。2017年にはエアロモデルが登場しましたが、多くのユーザーの心をつかむにはやや魅力が不足していました。というか、空力の技術には弱さを感じてしまいます。そこら辺のノウハウも設備も持っていたはずないしね。現在は超軽量モデルや貴重なハイエンドリムモデルとして一定の層からの支持を得られていると思います。でも今後も求心力を保って継続していけるかは、数年内に他社のフラッグシップに見劣りしないモデルを投入できるかにかかっているかと思います。偉そうなこと言ってすいませんでした。正直このレベルの高級バイクには縁がないタイプですが、応援してます。終わり。